このメモリがですね、だんだん上の方に上がってくると思います。はい。で、一番上のとこが光って、ここに、矢印が表示されています。ここに骨がありますよっていうことですね。皆さんこんにちは。かっチャンネルです。どうもどうも。はい。皆さん、壁にですね、絵を描けたりとか、写真を飾ったりしたり、棚をつけたりとかですね、そういう作業を DIY でやろうとしたときに、壁の骨の位置がわからずに苦労したことはありませんか？はい。そんなわけで、今回はかっチャンネルが壁の下地、骨の位置の探し方をお届けしたいと思います。はい。皆さんの参考になれば幸いと思っております。はい。ではですね、簡単なんで、使う道具を紹介します。はい。まずはですね、これから行きましょうか。こんなやつなんですけど、はい。これはですね、神話から、メーカー、神話から出ている、下地チェッカーですね。はい。これは、電線の位置もわかるようになっております。はい。電線があると、ここに反応してランプがつきます。っていう下地チェッカーですね。はい。何を見分けてるかのというと、壁の密度が違うところを見分けてるんで、はい。そんな感じでわかるようになってます。後から試します。はい。それからですね、こういった、これも神話の商品ですね。はい。わかりますか？はい。これはどうなってるかというと、これをブスッと壁に押し付けると、この中から針が出てきます。見えますか？針がピュッと出てきて、壁に刺さります。で、刺さらないところが、下地があるっていうことがわかると思います。はい。そういったチェッカーです。はい。それからですね、はい。この、ちっちゃいやつ。これは何かと言いますと、磁石です。まあ、こんな感じに、鉄にくっつく磁石です。はい。これを使って、壁の下地を調べることができます。はい。意外に簡単ですね。で、使う磁石なんですけど、割と強力な磁石が必要になります。弱い磁石でも簡単なんですけど、ビスを見落としたりとか、そういうことがありますんで、強力な磁石が必要になるんですけど、今はですね、100均とかに行ったら、ネオジム磁石っていう強力な磁石が売っております。はい。それのですね、だいたいまあ1センチぐらいの大きさの磁石を買ってもらえばいいかと思います。ネオジム磁石で探してください。はい。で、まあ100均の磁石1枚でもいいんですけど、だいたい4つ入りとかで売ってありますんで、それをですね、3枚、4枚ぐらい、まあ2枚でもいいんですけど、重ねます。そうすると、厚みがですね、これはまあ違うんですけど、違う磁石なんですけど、まあこのくらいの厚みになると思います。はい。そうすると、1枚よりもものすごく強力な磁石になります。それによって、下地のビスとかを見分けて骨がわかるようになりますんで、後でご紹介します。はい。それからですね、このマスキングテープ。これも100均とかに売ってあるんですけど、目印をつけるためにマスキングテープを用意しておきます。はい。どうしてもですね、骨を探したときに、壁にですね、ペンで直接線を描いてしまうっていうわけにはいきませんよね。
壁を汚したくないとか壊したくないから下地を探すわけであって、壁の仕上げをですね、クロスを張り替えるとか、そういう場合は、直接書いてもいいんでしょうけど、できるだけ、後からですね、簡単に消せるとか、剥がして元通りにできる、こういうマスキングテープを貼って、書き込む場合は、その上にペンで書き込むと。そういう風にした方がいいと思います。はい。ではですね、この下地チェッカーから使ってやっていきます。はい。やり方はですね、ここに電源ボタンがありますんで、これを押して、ずっと壁をスライドしていくっていうやり方です。はい。では、やっていきましょう。じゃあ、この辺から始めて、ボタンを押します。で、横にスライドしていきます。そうすると、どうか。このメモリがですね、だんだん上の方に上がってくると思います。はい。で、一番上のとこが光って、ここに、矢印が表示されています。ここに骨がありますよっていうことですね。はい。こういうことで、この辺りに、こんな感じでテープを貼ります。はい。そういう場合にですね、念のために、他の高さのとこ、違う高さでもチェックをしてください。はい。っていうことで、ここにも骨があるっていうことで、ここにですね、縦に骨が入っていることがわかるかと思います。はい。では、ここで。はい。また、ここで反応しました。はい。はい、ここで反応しますね。はい。ということで、ここにも縦に骨があることがわかるかと思います。はい。大体ですね、骨の間隔っていうのが303ピッチか、455ピッチになります。っていうのも、大体石膏ボードの大きさっていうのが910、横幅が910っていう寸法が決まってありますんで、そのですね、間中に骨が1本入るか、2本入るかで寸法が決まってきます。1本入る場合は455ピッチ。はい。っていうことは、見てください。大体わかりますか ?455。はい。皆さん持っているスケール、物差しとかを見てもらうと、ここの455のところに赤い矢印が必ずあると思います。はい。それからですね、910のところにも矢印があります。はい。じゃあここ、1365。はい。にも、はい、ずっとこんな感じで、矢印が455ピッチで入っています。はい。皆さん、意外に知らない方が多いんですけど、この矢印の意味。910が1枚目、ボードのジョイント。そういう風に、印が付けられております。はい。もし、910の1枚のボードの中に2本骨を入れる場合は、303っていうピッチになってきます。ということは、はい。だいたい、そうですね、303。このあたりに骨が入って、606で、
またここに骨が入るっていう形になります。はい。そんな感じですね。はい。続いてはですね、さっきご紹介したこの、針が出てくるこのチェッカー。これを使っていきたいと思います。はい。大体ですね、ここにフリーとロックが安全のために切り替えがあるんですけど、通常はロックしておきます。ロックしておくと針が出ません。はい。で、使うときにフリーの方にして針が出るようにして使ってください。で、このチェッカーで刺していきますけど、まずは骨がないところを刺すと、はい。これ今奥まで入りましたね。針の部分が消えて、一番奥まで赤いとこが一番壁につくまで今入っております。はい。ここには骨がないっていうことがわかります。はい。こんな感じで横にだんだんですね、移動していきます。はい。これはですね、よっぽど同じところをブスブスやらない限りは穴がわかりません。本当に細い針なんで、どこに刺したかはわかりません。目立たないっていうことですね。はい。こんな感じで、ここにも骨がない。ありません。はい。今、ちょっと皆さん見てください。この15ミリか。15ミリのとこでメモリが止まってます。はい。っていうことは、皆さんここに骨があるということですね。はい。ボードの厚みがだいたい 12.5 ミリになりますんで、何ミリか木に刺さっている状態ですね、今針が。はい。こんな感じで、あ、ここに骨があるなっていうことがわかります。はい。それを通り越すとですね、はい。また奥まで入りましたね。はい。ここまで骨があるということですね。はい。この辺が、境目ですね。ここから骨があって、この辺りまで骨があるということが、わかると思います。はい。では、3番目のやり方、マグネットを使った、やり方を見ていきたいと思います。はい。ではですね、一旦ちょっと剥がしますね。はい、大体ですね、壁の端の方から、マグネットを、大体普通はこの角とか、こういうところに骨が入ってますんで、こういうところに当てて、まあちょっと浮かしてもいいですけど、スライドしていきます。ずーっとスライドしていきますと、ちょっとね、ビスが入ってるんですけど、今見えないんですけど、マグネットが手で触っててくっつくことがわかるかと思います。これがちょっと弱い磁石だと、このくっついた感覚が分かりにくいかと思います。なので、ネオジム磁石の強めの磁石を使って調べてください。はい。で、ビスが分かったところは、こういった感じで、テープを貼っておきましょう。はい。上もありそうなんですけど、ちょっと分かりませんね。だいぶ下の方になったんですけど、ここに1個ありますね。はい。これがビスの位置ですね。じゃあ、ここもやっていきましょう。わかりました。はい。
はい。皆さんこんな感じで、縦に骨が入っていることがわかるかと思います。はい。多分この辺もあると思うんですけど、ちょっと反応しないところがありますね。はい。こういった感じで皆さん探していってください。でですね、ここが1本出たときに、次の骨を探す場合は、さっき言ったみたいに、一度303のところを探してみて、なかったら、450から500ぐらいのところを探してみてください。そうすると骨が見つかるかと思います。絶対、その寸法で入ってますんで、そういうふうに探してみてください。稀にですね、壁際とか、こういう柱際っていうのは、寸法がちょっと違って、割り切れない場合は、こんな近くに入っていたりとか、そういうこともありますんで、そういう風にして、皆さん、探してみてください。はい。このマグネットを使った探し方なんですけど、このマグネットとマスキングテープだけで、探すことができますんで、皆さん、これ100均で、100円で買えます。ネオジム磁石。テープ、何らかのテープは、皆さんのお家にもあるかと思います。ですが、100均に買いに行くと、これが100円で買うことができますんで、はい。皆さん、200円あれば、この壁の下地探すことができます。非常におすすめの方法です。はい。で、一つデメリットがあるんですけど、探せないところがあります。それはですね、稀に、このビスとか、多分あんまり通常はないと思うんですけど、ビスとか、ボードを留めてる釘がステンレスの場合、稀にステンレスの釘とかビスでボードを留めてる場合があります。その場合は、この磁石が反応しません。はい。非常に簡単で便利なんですけど、反応しない時があります。でもほとんどは鉄を使ってると思いますんで、室内だったら大丈夫かとは思いますけど、そういうデメリットはあります。はい。でですね、この針を使った探し方、だいたいその下地の位置は、確実にわかると思います。もうピンポイントでわかりますね。ここに骨がある、ないっていうのがわかりますけど、これ、デメリットを上げるとしたら、もし電線とかが入っていた場合に、途中で分かって止めればいいんですけど、無理に押し込んでしまうと、電線を傷つけてしまったりとか、そういうことも可能性としてはあります。はい。おそらくはですね、骨の厚みが、この針よりは通常長いと思いますんで、骨の厚みがあると思いますんで、電線を貫通するとかそういうことはないとは思いますけど、無理やりやらないと、そういうことが大切になるかと思います。はい。はい。で、この神話の壁の下地測定器なんですけど、はい。これ非常に便利ですね。電線の位置もわかります。ちょっと試してみたんですけど、本当にちゃんと反応します、ここに。はい。でこれのデメリットがあるとしたら、ちょっと、値段が高いかなと。はい。マグネットでいくと、200円でできます。で、この針を使った方法だと、この針が多分1000円もしないと思います。900円、800円、900円ぐらいで売ってあるんじゃないかなと思います。はい。で、無理に、こう曲げたりとか、こじったりしない限りは、針は折れたりはなかなかしないと思いますんで、ある程度ずっと使えるかと思います。はい。あとは、これ、値段がですね、多分、いくらぐらいするのかな ?4000 円とか、5000円ぐらいする
かなと思うんですけど、この電線のチェッカーがついてないものは多分3000円台だったと思います。はい。電線のチェッカーがいるのかいらないのかは、まあちょっとわかりませんが、まあ個人的にはなくてもいいのかなと思っております。まあこれも非常に優秀ですね。壁の位置確実にわかります。はい。そういうわけですね。今回、カッチャンネルから、壁の下地の探し方、骨の探し方の紹介をやらさせていただきました。皆さん簡単に分かったかと思います。やり方、簡単に分かったんじゃないでしょうか。意外にですね、マグネットを使った方法とかは、なかなか皆さん分かんないんじゃないかなと思います。知らないんじゃないかなと思います。で、意外に簡単にできますんで、皆さん何か DIY とか棚をつけたり、なんかですね、ここになんか貼りたいと。壁をちょっと棚をつけたいとか、絵を飾りたいっていう時は、皆さんこの縦のラインを狙って、ビスを止めるようにしてください。この間中にやっちゃうと、ビスが効かないんで、ここを狙ってください。はい。そんな感じで皆さん DIY にこの情報を利用して、皆さん楽しく DIY やってみてください。はい。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。では。